どうも、スバルが大好きなゆっくりレ夢ムちゃんです。こんにちは。STI のロゴが好きすぎるゆっくりマリサだぜ。一体どうしたんだレ夢ム。急に叫び声なんか上げて。これが叫ばずにはいられないじゃない。STI が、WRX に設定されなくなっちゃったじゃない。ああ、そのことか。確かにこれはスバリストの間ではかなり、激震になるような悪い意味でのバッドニュースだったよな。ちょっとマリサ。あんたスバリストのくせになんでそんなに冷静にいられるのよ。ウプ主なんて、その事実を聞いて数日寝込んでたっていうのに。ウプ主メンタル弱すぎ問題。そりゃ、私だってかなりショックを受けてたんだぜこう見えても。だけどなまんじゅうレ夢ム。以前動画にしたスバル待望の電気自動車ソルテラの回でも、話はしたが、どうしても時代の流れには逆らうことができない。それは、変態エンジニアを抱えるスバルとて例外ではなかったってことだな。それでも、変態エンジニアを抱えるスバルなら独自路線を貫き通してくれるって、信じてんたのに。うわーん。そりゃこくってもんだぜレ夢ム。トヨタだってその流れには逆らえない。なのに、それより資本力で劣っているスバルが逆らえることなんてないぜ。一体全体、何があったっていうのよ。そうだな。そしたら今回はどうして WRX に STI が設定されなくなったのか経緯と、スバリストたちの悲痛の叫びを一緒に見ていきたいと思うぜ。そこで今回この動画では、今後 STI 設定なし、知らないとやばい、将来スバル WRX の行く末についてゆっくり解説を紹介するぜ。もし、少しでも共感してくれる、スバルが好きって人はぜひ、チャンネル登録で繋がれると嬉しいわ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは今回、WRX に STI が設定されない情報を話していきたいと思うぜ。問題の発端は、米国時間2022年3月11日日本時間3月12日、米国でのスバル車販売を統括するスバルオブアメリカ通称 SOA は、ステートメントオンスバル STI と題した公式リリースをメディアサイトにて発表。当面の間、新型現行型 WRX のプラットフォームをベースとした、内燃機関搭載の次期型 WRX-STI は生産されない。このように発表したんだ。最初の情報はアメリカからだったのね。さっきの情報からいくと、当面の間って言葉があるように、またそのうち、販売はされそうで安心したわよ。そうなってほしいのは私もなんだが、正直それは厳しいかもしれないぜ。だって当面って使ってるってことは、将来はわからないってことよね。レ夢ムの言う通り、含みを持たせてるから可能性は当然ゼロではないと思う。しかし、ある一点の問題点から、厳しい現実が待ってるんだぜ。変態スバルと言われて水平対向エンジンを作り続けた会社でも、どうにもならない問題なのかしら。一体どんな問題点なのよ。それは、経済的そして世界情勢の理由、なんだぜ。それは、一体どうしてそれが原因に。レ夢ムちゃんよくわからないな。それじゃあ、順を追って説明していくぜ。まず、一番最後に販売された STI は、レ夢ムもよく知っている VA 型に搭載された、WRX なのは知ってるよな？それはもちろん、最後の EJ20 型エンジンだったからよく覚えてるわ。その通りだ。その後2020年初頭には、スバル開発関係者から、次期型 WRX-STI の開発に動いている、って話もあったくらいに、着々と進行はしていたはずなんだ。そして2021年11月25日には、当チャンネルでも取り扱った新型 WRX-S4 の発表がされたぜ。そうなると、多くの自動車に精通する有識者からは、STI 登場は秒読みって考え方が、当然のように思われた。だけど今回アメリカで発表された内容から、ストップがかかったってわけなのね。そうだな。まさに、寝耳に水ってのはこのことを指すんだろうな。新型 WRX の STI への期待が高まってるところで、崖から落とされた感じは分かったけど、当然スバル側は、苦渋の決断でそうしたと思うのだけどなんか理由はあるのかしら？それが経済的、そして世界情勢の理由が出てくるんだ。まず、世界情勢の部分で話をしていくと、以前から話をしているクリーンエネルギーを使っていこうぜって話が挙げられる。これはいわゆるカーボンニュートラル政策ってやつで、世界各国が現在取り組んでいるってことだ。確かに、クリーンエネルギー政策は欧州とかがすっごい取り組んでいるイメージね。その通り。最初は欧州で次にアメリカが力を入れ始めたんだ。アメリカでも現在、電気自動車にシフトする動きが活発になっており、今後、欧州やアメリカでも電気自動車以外の規制が強化されていくと考えられている。ってことは、ガソリン車なんて EV に比べると、めっちゃ不利ってことよね。そうなってしまうな。だから今、スバルは以前紹介した EV のソルテラを開発してる、背景もあるからな。色々と縛りがある中で、STI のパフォーマンスが出せるのか、とても難しいわよね。
おそらくだが、今回 STI の開発をストップしたのは、そういうこともあるんだろうな。でも、これってアメリカや欧州での話よね？ってことは、日本であればそんな縛りもあまりないだろうし、STI の開発ができるの、ではなかろうか。レイムちゃんって場名案ね。残念ながら、経済的な理由でそれは無理なんだぜ。ああ、さっき話してた理由の中の一つよね。そうだな。経済的な話になるが、どんなに日本で売れたとしても、それは世界規模で、見たら、アメリカや欧州にはかなわない。つまり、世界で売れてこそ初めて、作る、意味が出てくるってことだ。現状、海外では制約が多くなってる中、日本で基準をクリアした STI を開発したとしても、それは海外では売れない可能性が高い。株式会社である以上、どうしても利益にならないものに手を出しにくいってことが現実だ。もうおしまいよ。スバルから STI ブランドが消えてしまったら、もうレイムちゃん耐えられない。諦めるなまんじゅうレイム。だが希望はまだあるぜ。まだ可能性はあるってこと？そうだぜ。今までの話はあくまでもガソリン車がネックになってるってこと。ソルテラのような EV であれば、可能性は十分あるんだな。ということは、磁気型 WRX-STI では電動化されたものが見れるのね。あくまでも可能性の話だがな。スバルとてブランドである STI を諦める、ようなことはないだろうぜ。STI ERA コンセプトが発表された時から、すでにこの路線は決まっていたのかもな。先ほどのリリースの最後には、このようなことも言ってるしな。スバル WRX-STI 及び STI ブランドは、スバル独自の DNA とラリーの伝統を受け継ぐスバルのパフォーマンスカーの頂点に立つ車です。今後、STI のエッセンスを取り入れた次世代モデルの開発を進めていきます。ラリーで培われた遺伝子が受け継がれそうでレイムちゃんはひとまず安心ね。以前話をした新型 WRX で、馬力とトルクが旧型より劣ってる話をしたのは覚えてるか？してたわねそういえば。あれは実用的で乗りやすい車に仕上がったみたいな話で、落ち着いたと思ったのだけど。それは間違ってないと思う。しかし現実的には、環境配慮した上で性能を引き出すのには、あれが限界だったという見方もできる。ちょうど、環境問題との板挟みで完成した、ある意味、悲しい車なのかもしれないな新型の WRX は。多分だけど、昔からスバルや STI が好きだった人からは、今後かなり賛否両論分かれるような、話になってくるわよね新型を作っても。でも、レイムちゃんはそんなのに負けないで、今ある環境で、スバルスピリッツを持って最大限のパフォーマンスをしてほしいわ。ほんと私もそう思うぜ。さて、ここからは、この情報を聞いたスバル好きのコメントを見ていくぜ。残念ながら今のスバルに新型 WRX-STI を出せというのは酷な話。セダンが売れなくなったこの時代に S4 を新しくできただけでもスバルにとっては渾身の力を振り絞ったようなものだと思う。もし新型 STI を開発しても採算を取れるようにするにはおそらく600万以上になると思う。むしろ WRC 撤退後も VAB 型まで繋いでくれただけでも感謝しなくてはならないと思う。そもそもが EJ20 の終了で決まってたとしか思ってない私。耐久性もありチューニングの許容性が高かったからこそエボと出力競争を繰り広げることができた。だがエボが消えて EJ20 の必要性がなくなり、新たな EJ24 は廃棄用。あげたが EJ20 ほどの無茶ができない程度で満足しなければ環境基準をクリアできず、今に至ったんだと思う。ラリーベース車は今後は日本だと GR ヤリスしか続かない状況が何年続くかなという、一つの時代の終焉。日本の内燃エンジン技術がいくらすごくても世界の潮流に乗り遅れれば日本の自動車業界は終わる。今や世界で売れるものを作らなければ企業として生き残っていけない。世界に遅れないようカーボンニュートラルへシフトしなければならない。もし、カーボンニュートラルが無理となれば、その時には世界と同じ立ち位置で再出発すればいいだけ。そんな社会来るはずないと逆張りしていたら世界がその潮流に乗った時日本だけが取り残される。世界市場がカーボンニュートラルなら、日本もそうしなければいけないのは自明の理。旧型も、日本のマーケットは、アメリカの 10% 程度アメリカマーケットが成立しないと日本向けは成立しない。アメリカが NG なら日本向けはない。欲しい車があれば早めに乗るしかない。嫌な世の中だ。EJ が終わり、準内燃期間が終わるなら、WRX も終わらせてほしいです。ずるずると過去の栄光にしがみつくようなことはしないでほしいです。私にとっては、電動化、ハイブリッド化された WRX は見たくないって思える、ある意味でスーパーカーですから。他にも危惧されてるのは VAB が高騰するから気をつけろとか、電動になったらスバルから卒業します。こんな意見も多く見られたぜ。やっぱり、落胆してる人が多い印象ね。そうだな。半分以上がこの事実を受け入れられない人だったな。どちらにせよベブのソルテラにかなり力を入れてるっぽいから、そっち方面で、頑張ってほしいわね。そうだな。モータースポーツに関わる企業として今後もスバルを応援したいぜ。とまあ今回の動画、今後 STI 設定なし。知らないとやばい。将来スバル WRX の行く末についてゆっくり解説は以上になるぜ。
もし、足りない情報や当時の背景等を知ってる人はコメントで他の方へ教えてほしいぜ。ぜひ、最後に皆さんが思うスバルの今後についてコメントで教えてくれると嬉しいな。EV 化の流れ、企業の利益のため、色々と要因はあるだろうけれども、応援したいと思うわ。普段は、こんな感じでスバルの車の話や雑談等々をしています。もし、スバル好きであれば、チャンネル登録って形で繋がることができると嬉しいぜ。また、動画にしてほしいリクエスト等があれば、それもコメントまでちょうだいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ここまで長時間お付き合いいただき、本当にありがとうございます。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。